今回は PS5 デジタルエディションで後悔しない人についてご紹介します。2020年11月にソニーの次世代ゲーム機である PlayStation 5が発売されました。この PlayStation 5には PS5 と PS5 デジタルエディションの2つのモデルが販売されています。そんな中、PS5 と PS5 デジタルエディションの違いは PS5 デジタルエディションにして後悔はしないと気になっている方もいると思います。そんなわけで今回は PS5 デジタルエディションで後悔しない人について見ていきましょう。まずは PS5 デジタルエディションの違いについて見ていきます。PS5 デジタルエディションは PS5 のディスクドライブ非搭載モデルとなります。価格は PS5 が定価 54,978 円、PS5 デジタルエディションが定価 43,978 円となっています。PS5 と PS5 デジタルエディションの違いはディスクドライブと価格のみで、それ以外の性能や機能は全く同じとなっています。もちろん PS5 デジタルエディションにはディスクドライブがないため、PS4、PS5 のパッケージ版ソフトを遊んだり、DVD、ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイなどを再生することはできません。ちなみに日本における売り上げは PS5 が約124万台、PS5 デジタルエディションが約22万台となっています。以上が PS5 デジタルエディションの違いになります。続いては PS5 デジタルエディションで後悔しない人について見ていきましょう。一つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人は PS4 のソフトをダウンロード版で買っていた人です。これまで PS4 のソフトをダウンロード版で買って遊んでいた人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 は PS4 の広報互換に対応しているので PS4 のソフトを PS5 でも遊ぶことができます。PS4 のソフトをダウンロード版で買っていた人は PS5 デジタルエディションに買い替えてもそのまま PS4 のソフトを遊ぶことができます。逆に PS4 のソフトをパッケージ版で買っていた人は PS5 デジタルエディションに買い替えると PS4 のソフトを遊ぶことができなくなるので注意が必要です。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つに PS4 のソフトをダウンロード版で買っていた人があります。二つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人は PS5 のソフトをダウンロード版で買う予定の人です。これから PS5 のソフトをダウンロード版で買って遊ぶ予定の人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 デジタルエディションでは当然ながら PS5 のソフトのダウンロード版を遊ぶことができるので全く問題がないためです。PS5 のソフトのダウンロード版は PS5 の本体、ウェブブラウザー、スマホアプリなどから購入することができます。逆に PS5 のソフトのパッケージ版を買って遊びたいと考えている人は PS5 デジタルエディションを買ってしまうと PS5 のソフトは遊ぶことができないので注意が必要です。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つに PS5 のソフトをダウンロード版で買う予定の人があります。三つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人はゲームの貸し借りをしない人です。PS5 や PS4 のゲームソフトを貸し借りしない人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 デジタルエディションはパッケージ版ソフトを遊ぶことができないので家族や友達から借りた PS5、PS4 のソフトを遊ぶことができません。また PS5、PS4 のソフトのダウンロード版には家族や友達に貸し出すといった機能がないため貸すこともできません。そのため PS5、PS4 のソフトの貸し借りをしたいと考えている人は PS5 デジタルエディションを買ってしまうとゲームの貸し借りができないので注意が必要です。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つにゲームの貸し借りをしない人があります。四つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人はソフトを中古で売買しない人です。PS5 や PS4 のゲームソフトを中古で売買しない人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 デジタルエディションではパッケージ版ソフトを遊ぶことができないので中古のゲームソフトを買っても遊ぶことができません。また PS5、PS4 のダウンロード版は一度買ってしまうと中古で売ることもできません。
そのため PS5、PS4 のソフトを中古で売買したいと考えている人は PS5 デジタルエディションを買ってしまうとソフトの中古売買ができないので注意が必要です。とは言っても PS5、PS4 のダウンロード版ソフトは定期的にセール販売が行われていて、場合によってはパッケージ版の中古ソフトよりも安く買えることもあります。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つにゲームの貸し借りをしない人があります。5つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人は DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を見ない人です。PS5 で DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を見る予定がない人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 デジタルエディションにはディスクドライブがないため DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を見ることができません。そのため PS5 で DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を視聴したいと考えている人は PS5 デジタルエディションを買ってしまうと見ることができないので注意が必要です。とは言っても最近は動画配信サービスが主流になってきていて YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、Disney プラス、Apple TV アプリなどで 4K HDR 対応作品を見ることができます。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つに DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を見ない人があります。6つ目の PS5 デジタルエディションで後悔しない人は 11,000 円安く買いたい人です。PS5 をなるべく安く買いたいと思っている人は PS5 デジタルエディションを買っても特に後悔することはないと思います。PS5 は定価 54,978 円。PS5 デジタルエディションは定価 43,978 円で販売されていて、その差額は 11,000 円となっています。そのため PS5 デジタルエディションを選択することで、ディスクドライブ搭載の PS5 より 11,000 円安く買うことができます。11,000 円あれば最新の対策ゲームソフトが買える値段ですし、旧作であれば複数本のソフトを購入することができます。また、11,000 円を 4K HDR 対応のテレビを買うための資金源として当たることもできます。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人の一つに 11,000 円安く買いたい人があります。ここで結局のところ PS5 と PS5 デジタルエディションのどっちがいいのと気になるところです。結論としてはどっちがいいかはユーザーによって異なるので、あなたに合った方を選択するのがベストとなります。ゲームソフトはパッケージ派という人はディスクドライブ搭載の PS5 を、逆にゲームソフトはダウンロード派という人は PS5 デジタルエディションを選ぶのが良さそうです。もしも最後まで PS5 と PS5 デジタルエディションのどちらにするか決められない場合は、ディスクドライブ搭載の PS5 を選択するのがおすすめです。結局のところ PS5 デジタルエディションはある程度ゲーム事情に詳しい人に向けたものなので、私はデジタルエディションで大丈夫という確信がある方であれば後悔はしないと思います。このように PS5 か PS5 デジタルエディションかはあなたに合った方を選択しましょう。今回は PS5 デジタルエディションで後悔しない人についてご紹介しました。このように PS5 デジタルエディションで後悔しない人には PS4 のソフトをダウンロード版で買っていた人、PS5 のソフトをダウンロード版で買う予定の人、ゲームの貸し借りをしない人、ソフトを中古で売買しない人、DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray を見ない人、11,000 円安く買いたい人などがあります。基本的にはゲームソフトはダウンロード派という人は PS5 デジタルエディションを選択しても後悔しないと思います。また DVD、Blu-ray、ウルトラ HD Blu-ray といった光ディスクのメディアよりも YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、Disney プラス、Apple TV アプリなどの動画配信サービスを見る派の人も PS5 デジタルエディションを選択しても大丈夫そうです。皆さんもディスクドライブ搭載の PS5 か PS5 デジタルエディションかあなたに合った方を選択して快適に PS5 を使ってみてはいかがでしょうか。